こんにちは、ウィラーです。今回は作成した操作ステップ削減ツールについて説明したいと思います。最近アニメーションをやり始めたのですが、モデリングと異なって試行錯誤が多く、ちょっとした操作のステップ数が気になってしまったので、それを解決するために作りました。かなり私的に作ったアドオンですが、皆様にシェアしたいと思います。アニメーション作業をやる中で思いつくたびに機能を追加していきましたので、ごったにですが、使う機能と使わない機能の表示・非表示を切り替えられるようにしています。また、表示する場所も機能ごとに好きに選べるようになっています。機能のリストは以下の通りです。まず、インストールの方法です。ダウンロードしてきた ZIP ファイルをそのままインストールしてください。インストールしたら次に使いたい機能を UI に表示する設定を行います。アドオンの詳細を開くと、このように各 UI に対応したリストが設定として用意されています。ここでは試しにピボットポイントをワンボタンで設定する機能を 3D ビューの右側のサイドパネルに表示してみます。3D ビューのライトパネルのドロップダウンリストでピボットポイントボタンを選び、プラスボタンで追加します。そして設定ボタンを押します。設定を保存します。するとこのように 3D ビューの右側のパネルにピボットポイントボタンが表示されます。ピボットポイントボタンは通常のようにドロップダウンリストから選択するのではなく、ワンボタンでピボットポイントを切り替えます。通常はマウスを動かしてドロップダウンリストを開き、カーソルを希望の箇所まで移動してクリックして選択する必要がありますが、この機能を使えばマウスを動かしてワンクリックとなり、操作が4ステップから2ステップに短縮できます。ピボットポイントはショートカットも指定されており、コントロールドットやコントロールカンまで切り替えもできますが、アニメーション作業時はマウスから手を離したくないと私は感じました。他にもこの機能は 3D ビューのヘッダーとタイムラインのヘッダーにも表示できます。ワンボタン側数種類ありますので、ここで一気にご紹介します。最初はキーフレームタイプ切り替えです。タイムラインに配置されているこの機能をワンボタン化します。先ほどと同じようにキーフレームタイプボタン 3D ビューをリストに追加して設定ボタンを押します。するとこのようにキーフレームタイプをワンクリックで切り替えられます。タイムラインではこのように元々のドロップダウンリストをと表示とアドオンの表示が同期しますが、 3D ビューで使うとタイムラインには即座に反映されず、マウスカーソルをタイムラインの上に持っていく必要があります。表示が同期していなくとも内部的にキーフレームタイプはきちんと設定されていますので、わざわざマウスカーソルをタイムラインに持っていく必要はありません。次にトランスフォーム方法です。ドロップダウンリストからトランスフォームオリエンテーションボタンを追加して設定ボタンを押します。トランスフォーム方向をワンボタンで切り替えることができます。
また独自に追加したトランスフォーム方向も追加すると即時表示が更新されます。最後にビューポートシェーダーです。この部分をワンボタン化します。ビューポートシェードボタンをリストに追加し、設定ボタンを押します。ビューポートシェーダーをワンボタンで切り替えることができます。これらの機能は設定上のリスト内の順番を変えると表示の順番も変更できます。ワンボタン化は以上です。次にスナップカーソルのワンボタン化プラスアルファについて説明します。シフトプラス S を押すと開くこのメニューの機能をボタンから実行できるようにします。スナップカーソルボタンをリストに追加して設定を保存します。するとこのような UI が追加されます。3D カーソルアイコンの横に並んでいる S、C、G、A は Shift S で開くメニューの Cursor to Selected、Cursor to Center、Cursor to Grid、Cursor to Active に対応しています。また、このアドオン独自の機能として、ポーズモード時には A' が表示されます。通常の Cursor to Active の時は、3D カーソルがボーンのヘッドに吸着されますが、A' を押すとボーンのテールに吸着します。磁石アイコンの横に並んでいる G、C、CO、A は Shift S で開くメニューの Selection to Grid、Selection to Cursor、Selection to Cursor Offset、Selection to Active に対応しています。A' は先ほどと同じく Selection to Active の挙動をテールに吸着するように変更したものです。こちらはポーズモードだけではなく、エディットモードにも対応しています。また、エディットモードではミラー編集にも対応しています。アニメーションの時に Shift S を押して選択するのは煩わしいですし、アニメーションの時はボーンのヘッドよりもテールに吸着してほしいことが多かったので、この機能を追加しました。スナップカーソルの機能については以上です。次に現在フレーム移動ツールです。Move Current Frame Increment をリストに追加し設定を保存します。
この機能は今までのものと異なり、ドープシートのヘッダーとサイドパネルにも表示できます。このように2分の1や4分の1といった数字が記載されたボタンが複数表示されます。この機能は現在のフレームレートから計算して現在のフレームを指定幅で移動します。今は 24fps ですので2分の1を押すと 0.5 秒分の12フレーム前後を移動します。4分の1を押すと 0.25 秒分の6フレーム移動します。キーフレームの間隔をクリーンに保ちたいときに使ったりしています。次はマーカー移動ツールです。Jump to Next Previous Name Timeline Marker をリストに追加し、設定を保存します。このようにマーカーを追加すると、ドロップダウンリストの中に追加したマーカーが表示されます。名前を選択すると、現在のフレームがそのマーカーに移動します。また、Next Previous ボタンを押すと、現在のフレームから見て前後のマーカーに現在フレームを移動します。また、マーカーが現在のフレームと重なっていると、このようにドロップダウンリスト上のマーカー名の末尾に Current と表示します。コロンの前に表示されているのはマーカーが存在するフレーム番号です。ドロップダウンリストのマーカーはフレーム番号順に並びます。マーカー移動ツールは以上です。次に離れた IK ターゲットの吸着ツールです。Snap IK Target to Chain Route をリストに追加し、設定を保存します。IK ターゲットを適当に操作していると、このように IK ターゲットがチェインのルートから離れてしまうことがあります。それをこのようにチェインのルートに吸着するツールです。セレクティッドボタンは現在選択している IK ターゲットボーンのみを吸着します。All IK ターゲットボタンは IK ターゲットをすべて吸着します。ただし、標準ではこのようにミュートされている IK コンストレインはコンストレインのターゲットとなっているボーンは吸着の対象とはなりません。しかし、このミュートボタンを有効にしてボタンを押すとミュートされていても吸着の対象となります。次にこの下にあるカレント、レンジ、オールフレームズについてです。カレントは現在フレーム上で IK ターゲットを吸着します。
レンジは指定したフレーム間でキーフレームが存在するフレームの IK ターゲットを吸着します。オールフレームズはシーンのスタート、エンドによらずキーフレームが存在するすべてのフレームで IK ターゲットを吸着します。レンジ、オールフレームズはどちらも全キー打ちとはならないので、そのような目的の時はベイクしてください。使い方です。カレントは先ほど操作した通りです。レンジとオールフレームズを使うときはまず自動キーフレーム挿入をオンにする必要があります。自動キーフレーム挿入をオンにしていないとこのように警告が表示されボタンが押せない状態になります。キーイングセットを入力し自動キーフレーム挿入を有効にします。するとこのようにボタンが押せるようになります。レンジとオールフレームズではここで有効にしたアクティブキーイングセットが吸着時のキー挿入に使用されます。まずオールフレームズで実行してみます。現在はこのように特定のフレームで IK ターゲットがチェインルートから離れてしまっています。セレクティッドがオール IK ターゲットを押します。するとこのようにキーフレームが存在する各フレームで IK ターゲットが吸着されます。次はレンジです。レンジは処理の範囲を指定した範囲に限定するだけです。この時計のアイコンをクリックすると現在のフレーム番号からスタートを設定することができます。エンドについても同様です。リロードボタンはシーンのスタートとエンドの値をスタートとエンドに入力します。この状態でセレクティッドかオール IK ターゲットを押します。すると指定したレンジで IK ターゲットの吸着が行われます。このオフセットについてですが IK ターゲットが複数の IK コンストレインのターゲットになっているケースがあるかと思います。どのボーンに吸着するかが判定できませんので、このオフセットを押すと複数の IK コンストレイントのどのボーンに吸着するかを設定することができます。離れた IK ターゲットの吸着ツールについては以上です。次はボーン名ベースのセレクションセットです。最近アーマチュアに追加されたセレクションセットの機能ですが、データをアーマチュア単位で持っているためにボーン構成が共通しているキャラクターごとにいちいちセレクションセットを作る必要があったり、ブレンダーファイル間でも共有できなかったりして大変だと感じました。なのでアーマチュアデータに紐づかずボーン名だけで
同機能を実現する独自のセレクションセットを作成しました。また、操作ステップの削減や便利な機能も追加しています。グローバルバージョンオブボーンセレクションセットを追加し、設定を保存します。使い方です。まず、プラスボタンを押して、セレクションセットを追加します。ここでは、IKBones という名前にします。その後、IK ターゲットを選択し、A ボタンを押します。そうすると、ボーン名がセットに取り込まれます。同じ行の S ボタンを押すと、先ほど選択したボーンが選択されるようになります。D はリセレクトを行います。この内容が良ければ、設定を保存するボタンを押して、ユーザー設定にセレクションセットの内容を保存します。このボタンを押して保存をしないと、セレクションセットの内容がブレンダーを閉じた後に消えてしまいますので、ご注意ください。お気づきかとも思いますが、A はアサイン、R はリムーブ、S はセレクト、D はディセレクトを表しています。もともとのセレクションセットはリストとボタンが分かれてしまっており、セレクションセットのボーンを操作するには、リストの中からセレクションセット名を選択し、ボタンを押すという2ステップを踏む必要があります。このアドオンでは、リストの行ごとにボタンが表示されるので、いちいち選択しなくても、セレクションセットの横にあるボタンをクリックすれば、一つの操作でセレクションセットの機能を使うことができます。また、冒頭に申し上げた通り、このアドオンのセレクションセットは、ボーン名を記憶しているので、別のアーマチャーでも同じ名前のボーンがあれば、選択などの操作が可能となっています。このように別のアーマチャーでも、ボーンの選択が可能となっています。別のカットのブレンダーファイルなどに切り替えても、設定ファイルにセレクションセットの内容がボーン名ベースで保存されているので、切り替えても使用することができます。設定を保存したら、誤ってセレクションセットの中身を変更してしまわないように、この錠前のアイコンを有効にしてロックをしてください。このようにアサインボタンとリムーブボタンが押せなくなります。最後に疑似レイヤー機能について説明します。疑似レイヤー機能を有効にするには、スピーカーアイコンを有効にします。そうすると、セレクションセットに含まれるボーンのみが表示されるようになります。また、各セレクションセットの
目玉アイコンをオンオフすることによって個別に表示を設定することができます。体の各パーツを別々にアニメーションさせたいときなどに使うと便利だと思います。アーマチャーのレイヤー機能でもある程度は切り分けはできますが、複雑になってくると現状の40レイヤーでは足りないくなりますし、このセレクションセットを補助として使用すればかなり細かく制御することが可能になります。ボーン名ベースのセレクションセットについては以上です。次はドープシートのキーフレーム挿入、キーフレームタイプ1ボタン化についてです。インサートオールチャンネルキーフレームズとキーフレームタイプボタンドープシートをリストに追加し、設定を保存します。この機能は簡単です。キーフレーム挿入はショートカットの I を押したときに表示されるメニューの All Channels を押したときと同じ挙動を行います。キーフレームタイプはショートカットの R を押したときに表示されるメニューの機能を実行するボタンです。この機能については以上です。次にチャンネル並べ替え機能についてです。ソートチャンネルズオンドープシートをリストに追加して設定を保存します。キーフレームを打っていくと各チャンネルはキーを打った順に追加されていきます。そうするとこのように並び順がバラバラになってしまい、並べ替えたくなる時があります。そのような時、このボタンを押すと指定した順番で並べ替えを行ってくれます。並べ替えは辞書順 L と R を分けて並べ替え、ボーングループ名順、この3つを上から下に順番に行っていきます。処理の順番を変えることもできますし、有効無効を切り替えることもできます。また各ボタンを押すことで個別に並べ替えを行うこともできます。下のボックスにあるセレクトというのは並べ替えとは全く関係ない機能です。機能としては、このセレクトオールボーンズというのは現在チャンネルがあるボーンのグループを選択してボーン自体も選択します。ボーンゾーンカレントキーポイントというのは
現在のフレームでキーフレームがあるボーンのグループを選択します。チャンネルとボーン自体を同じように選択しています。チャンネル並べ替え機能については以上です。最後に相対フレーム移動機能についてです。Relative Frame Number from Start Frame をリストに追加し、設定を保存します。アニメーションをつけていくとき、Alt+A でアニメーションをプレビューしても、FPS が出ずに動きを確認しづらいときがあります。そのようなとき、私はこの OpenGL レンダリングで動画に一旦出力してからクイックタイムやキーフレーム MP などのソフトでアニメーションを確認しています。しかし、このように開始から終了の範囲を狭めて動画に出力すると、動画プレイヤーで再生をしたときには、ブレンダー上では8フレームと表示されている箇所が1フレームと表示されてしまいます。なので、動画プレイヤー上で3フレーム目がブレンダー上だと何フレーム目なのかというのが分かりづらいです。このアドオンでは開始フレーム番号からの相対フレーム番号で現在フレームを移動することができます。分かりやすく言うと、クイックタイムやキーフレーム MP で表示されているフレーム番号を入力すれば、それがそのままブレンダー上の該当するフレーム番号にジャンプすることができます。キーフレーム MP の場合は1オリジンですので、このボタンを押して1オリジンにしてキーフレーム MP と同じフレーム番号を入力します。クイックタイムの場合は0オリジンですので、ここを0にしてフレーム番号を入力します。
現在のフレームを動かしても相対フレーム番号の方が同期して移動します。この鎖アイコンを外すと現在フレームを動かしても相対フレーム番号の方は動かなくなります。相対フレーム移動機能については以上です。操作ステップ削減ツールの説明は以上です。最終的な見た目はこのようにだいぶ悪くなりますが、背に腹は変えられないということで、このアドオンを使って皆様の助けになれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。